はい、のり動画サブチャンへようこそ。はい、本日は6月の4日火曜日になります。はい、天気予報によれば来週末か今週末ぐらいから、梅雨に入るかもしれないという予報が出てます。今日も若干曇り気味です。気温は高いですね。ちょっともうすぐ25、6度を超えて、30度近くになるという予報が出ております。はい、でこの中ですね、6月入りました。毎回動画の方でもお話ししている通り、毎月1回は追肥を行いましょうということで、今月も6月入りましたので追肥を行いたいと思います。はい、肥料はこの後紹介するとして、まず畑の中ですね、どうなっているかをご紹介したいと思います。はい、畑来ました。で、現在の畑はこんな感じですね。ちょっと草が大きくなっているから、この辺はちょっとむしっておかないと入ってきますからね。はい、畑は今こんな感じです。大きいものは8枚かな。1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、9枚目が出てきているという感じですかね。専用は8枚ぐらい大きいものは、小さいもので1、2、3、4、5、6、7枚ぐらいかな。はい、これ比較対象にいつもしてるやつですね。だいぶ大きくなりました。これも1、2、3、4、5、6、7、8枚ですね。でこれも全然芽が出てなかったって言ってたんですけども、1、2、3、4、5、7枚ですね。専用は7枚。はい、で毎日こう回って余計な芽を落としつつ見ているような状態で、こんな感じですね。でだいぶ土、でもやはりですね、もみ殻を引いてやるおかげでしょうか、あまり水は蒸発しないですね。土は全然湿っている状態ですね。はい、これでだいぶ水分の蒸発が防げるので、水は大丈夫のようです。はい、でこちらがドーフィンの木になりますね。で移動、はい、こちらはバナーネと呼ばれる品種です。はい、これ3年目ぐらいになるんですけど、まだ木はそこまで大きくなりません。他の方で、育てている方からもらった苗木なんですけども、大きくなるよとは言ってました。うちなかなか育たないですね。これも同じぐらいに植えたんですけど、随分成長の差があります。はい、これもそうですね。ということで、ちょっと見ていただければ分かるんですけど、ドーフィンに比べると葉がこうなんていうの、細いですね。はい、ドーフィンはこれですね。見ていただいた通り葉がこう太いというか大きいですね。こちらは葉が細い。はい、ちなみにもう一つカドタという品種も植えてあるんですけども、カドタの葉は丸っぽいですね。こういうなんて言えばいいんですか、この手を広げたような形はしてないですね。これすみませんですね、畑外に一応置いてある状態なんですけども、これカドタっていう木です。見ていただいた通り、全然手の形してないです。本当に広葉樹みたいに丸い形をしてます。これそうでもないな、結構丸い形が多いですね。実もすごい丸いコロコロとした小さい実がいっぱいできます。はい、なかなか市場では見ないのかなと思います。うちも全然木がありません。はい、で、せっかく来たので、こちらの畑のよいしょ、暮れに植えた若木ですね。先日の動画にも紹介しましたが、どうなっているかなというところで、こんな感じですね。はい、まだ小さいです、もちろん。ここはちょっとですね、もみ殻が少ないというかほとんどないので、それでも地面は大丈夫か、乾いてないな。こういう感じに今成長してきてます。まだこう沿わすには怖いですこれはこのまんま伸ばします。
だいたい順調に平均的に伸びてきているかなという形ですかね。こちらももう 1,2 枚転用進めば、もう誘引しないといけないかなと、そういう感じになってきているかと思います。はい、じゃあちょっと肥料はこの後すぐ紹介させていただきます。はい、今回使用する肥料ですね。6月の追肥に使う肥料はこちらになります。はい、S604、詳細入りの複合肥料ですね。全国の JA さんで発売しております。16、10、14が窒素リンカリの複合率です。20キロになります。はい、なので窒素が 3.2 キロ、リン酸2キロ、カリが 2.8 キロという形になります。で、施肥の量ですね。で、追肥の場合は 10R あたり20キロから40キロ、1袋から2袋ですね。という形で、こちらの畑は 15R なので30キロ、1袋半、巻きたいと思います。毎回のごとく手で巻きたいと思います。はい、いつもながらの揺れてるな、だいぶ S604。はい、こんな感じです。いつもながらのやつですね。S6 はい、いつも通りこういう白い粒です。はい、こちらを30キロ巻いていきたいと思います。はい、じゃあ頭カメラに切り替えます。怖っ。ではいつもながら頭カメラに切り替えてと、はい、巻いていきたいと思います。で、毎回のごとく言ってますが、肥料焼け防止のために刃に当たらないよう、刃に乗らないように注意しながら巻きます。で、15R で30キロなので本当にパラパラ程度です。で、この S604 は、速効性のある肥料になります。はい、なので成長をして、実がついてくると、こちらをよく利用しますね。速効性があるので肥料としてすぐに効いてくるので実も大きくなりやすいと、言われてます。で、先ほどちょっとお話ししましたけども、そろそろ誘引ですね。あと剪定をして、実際に芽かきを行ってあります。で、そこで残っているっていうか、こういうやつ、ここは必要なくなるんで、来年の剪定時に落とすか、この枝がもう少し根元が茶色くなってきた頃にここから切り落とすという、切り返し、切り戻しと呼ばれている作業ですけども、しなくてはいけません。はい、それによって、実際木の切り口がくるむという形になります。これもう落とした後ですね落としました。一部落としてありますね。はい、あんまりに太いやつは剪定バサミでは切れないので、本当にね、両手で使うような枝切り用のハサミでやるか、来年実際にノコギリで、剪定時に落とすと、そういうことをしないといけませんね。
はい、収穫が始まるとなかなかですね忙しくて施肥ができないんですよね。なので長期に効くっていう肥料もあるので、うちではそれをまきます。はい、その肥料はまだ1回も消化したことないですね。収穫が始まるとなかなか動画を撮って、編集してアップするっていう作業がですねちょっと滞るんですよね、忙しくて。はい、なかなかちょっとできないんですけども、できれば今年アップしたいかなと思っております。はい、では施肥の作業は映像としては面白くありませんのでこのぐらいにさせていただきたいと思います。はい、今回の動画が良かったらぜひグッドボタンを、チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんの動画も毎月施肥してますかね。はい、コメントいただければ嬉しいです。はい、今回は以上になります。